駆け引き。打ち首は屋敷の庭で行われることに決まった。男はそこへ引き立てられ、飛び石が並んだ広い砂の庭にひざまずくよう命じられた。男は両腕を後ろ手に縛られていた。家来たちは桶に水を入れて運んできた。また砂利の詰まった俵も運んできて、動けなくするために男の周りに積み上げた。屋敷の主人が現れて、その支度を確認すると、沈黙し了解した。突然、打ち首を命ぜられた男がわめいた。親方様、俺が今お仕置きになる罪は何も分かった上でやらかした罪でんね。俺が大バカ者だからやっちまったんだ。生まれつき大バカなのは前世の業だ。それでどうしてもバカな過ちをやっちまったんだ。だがな、人間、バカに生まれついたからといって、そいつを死罪にするのは間違っている。そんなことはよくない。必ず報いてやる。あんたがこの俺を絶対に殺す気なら、この俺もきっとあんたに仕返しをしてやる。あんたが酷なことをするから恨みが生まれる。その恨みはきっと晴らしてやる。悪いことをすれば悪いことがたたるぞ。深い恨みを持ったまま殺されると、殺された人の亡霊は殺した人に復讐できる。そのことは屋敷の主人も知っていた。そこで主人は穏やかに相手を慰めるように言った。お前が本当に口で言うほど憎んでいるとは信じがたいが、よろしい。お前が死んだ後、いくらでもお前の気が晴れるまで私たちを脅しても結構だ。だが、お前が打ち首になった後、お前の深い恨みの証を何か示してくれるか？もちろん見せてやる。と男は答えた。それは結構。と主人は言って、おもむろに刀を抜いた。私はこれからお前の首をはねる。お前の目の前に飛び石が一つあるだろう。首がはねられた後、あの飛び石に噛みついてみるがいい。もしお前の亡霊が怒り狂ってお前にそうした真似をさせることができようものなら、私たちの中に怯える者も出るだろう。お前はあの石に噛みつけるか？噛みついてやる。と男は怒り狂って叫んだ。噛みついてやる、噛みついてやる。一瞬刀がさっと光り、空を切った。男の首が砂の上にどさりと落ちる音がした。縛られた体が俵の上に崩れ落ちた。切り放たれた首から二筋の血潮が長くほとばしった。そして首は砂の上を転がった。その首は重々しく飛び石の方に向かって転がっていったと
見る間に突然跳ね上がって飛び石を両の歯で捕らえると、一瞬死に物狂いにガッと噛みしめ、それから力の失せたように地面へ落ちた。その場に居合わせた人たちは一言も発せず、恐怖におののいて主人の顔を見上げた。だが主人は平然としている。主人は近くの家来に刀を差し出した。家来はひしゃくで塚から切っ先まで水で注ぎ、刀を紙で数回拭った。こうしてこの斬首の刑の儀式は終わった。それから数ヶ月というもの、家来たちも召使いたちも絶えず恐怖におののいて暮らした。亡霊が必ずや現れるだろうと思ったからである。きっと復讐しに来るだろうと皆は信じて疑わなかった。その絶え間ない恐れのために家来たちはありもせぬ物音を聞き、ありもせぬ幻影に怯えた。竹やぶの中の風跡にさえおののいた。庭の中で物陰が動くのにもわだないた。ついに一同協議の挙句、主人に怨念を抱く亡霊のためにせがき供養をしていただきたいと願い出た。筆頭の家来が一向に代わって願いを述べたとき、主人は全く必要ないとそっけなく答えた。死に望んだ者の復讐の怨念が恐怖の種となろうであることは私もわかっている。しかし今回に限っては何も恐れることはない。家来は懇願するような眼差しで主人を見上げたが、この主人のいかにも自信ありげな言いぶりにはさすがに理由を尋ねかねた。すると家来の心中を察したかのように主人は言った。いや、そのわけは至極簡単。ときっぱり言った。奴の死の間際の怨念は、それは恐ろしいものであった。だが、私は恨みの証を示してくれと言ったとき、奴はその挑発に乗った。私は奴の気持ちを復讐からよそへそらしたのだ。奴は是が非でも飛び石に噛みつこうと決心して死んだ。そしてその死の間際の思いを果たした。それ以外のことはもはや念頭にみじんもなかった。念頭からすっかり消えていたのだ。こういうわけだから、この件に関してお前たちがこれ以上くよくよ心配するには及ばぬ。実際死んだ男はそれ以上別に何のたたりも騒ぎも引き起こさなかった。全く何事も起こらずじまいだったのである。